日本史阿波局と政子。阿波局の四男時元は源実朝暗殺事件の直後に駿河で謀反を起こす。そのため北条政子は義時に命じて鎮圧させて時元を自害に追い込んでいる。阿波局と北条政子のその後を詳しく見ていこう。阿波局は源実朝の乳であったが、二代将軍の源頼家に夫で源頼朝の弟全成を誅殺された。ともかく源氏の歴史は源頼朝が義経や範頼を殺害したように、将軍の地位をめぐって身内同士が血で血を洗う醜い争いを繰り広げた。北条政子は跡継ぎのいない実朝のために上洛して後鳥羽上皇の皇子を次期将軍に迎える内諾を取り付けている。その足で政子は高野山で出家している頼朝の三男の上行をわざわざ訪ねて将軍になる野望があるかどうかを確かめている。上行はその場で短刀で両目を潰して将軍になる野望などないことを政子に証明してみせた。政子は上行に深く詫びて、それ以後は上行に帰依したという。源氏の身内同士が疑心暗鬼となって、それに北条氏が絡み、互いに牽制し合って警戒し合っていたのである。阿波局は乳として我が子以上に大事に育て上げた実朝が第三代将軍となったことにより脚光を浴びる。ところが興行に実朝が暗殺されたため、再び不幸のどん底に突き落とされている。北条義時と政子は京都で出家していた興行の弟善行も事件に関わったという理由で後に誅殺している。阿波局が最後に頼るべきは四男の時元であったが、その時元は実朝の後継者となるべく暗殺事件からわずか2週間後に謀反を起こしている。時元は次から次へと源氏の血縁者が北条氏によって粛清されるのを見てやむを得ず決起する覚悟をする。そして時元は天皇から宣旨を受けて東国を支配しようと企んだ。領地の駿河の国で時元が兵士を集めているという知らせを受けると、政子は躊躇することなく義時に鎮圧を命じている。時元は義時が派遣した幕府軍に敗れると自戒している。阿波局が時元の決起に関与したという証拠は残されていない。しかし実朝を失った阿波局が源氏の血を引く時元を将軍の座にとの再び夢を見たとしても別に不思議ではない。阿波局は我が子の時元を将軍にすることで長年後陣を拝してきた姉の政子に勝とうとしたのかもしれない。一方の政子も実朝を亡くしたことで女子2人男子2人の4人すべての子供を先に亡くしたことになる。実朝の後継者となったのは都から迎えたわずか2歳の三虎後の九条頼経である。三虎は源頼朝の妹のひ孫でわずかに源氏の血筋を引いていた。政子と阿波局は三虎という後継者を得たことで共に過去を忘れて対立する矛先を収め合ったのかもしれない。政子は三虎の後見人として、阿波局は三虎の女官として共に御所で何事もなかったかのように一緒に時を過ごしている。1221年後鳥羽上皇は
北条義時追討の院宣を下し、承久の乱が勃発する。承久の乱で政子は次のような劇文を御家人たちに発した。皆の者、心を一つにして聞きなさい。これが私の最後の言葉である。今は亡き頼朝公が平家を倒して鎌倉に幕府を開かれてから、官位にせよ領地にせよ、お前たち御家人が受けたご恩は山よりも高く海よりも深いはずです。それでも上皇に味方したいと思う者がいるなら、今すぐここを立ち去りなさい。以上のような政子の言葉に奮起した幕府軍が朝廷軍を圧倒して勝利を収めている。承久の乱から3年後に義時が逝去すると、政子は尼将軍として幕政を担い、阿波局は陰で政子を支えた。義時の死後に御家の伊賀の方が自分の子である政村を執権に据えようと、兄の伊賀光宗、政村の乳母の三浦義村と画策する。謀反を察知した北条政子は三浦の館を夜間に急に訪れて義村と対面する。政子が謀反を思いとどまるように説得したため、義村は計画を断念したという。義村は政子に平服して次のような内容を白状した。北条政村は事件には関わっていないが、伊賀光宗が中心となって画策した。光宗には私から謀反を思いとどまるように説得すると答えた。海千山線の三浦義村でさえ北条政子の政治公社ぶりにはかなわなかったのである。そのためこの伊賀氏の変では北条政村は許され、伊賀の方は伊豆へ、光宗は信濃へ配流されている。北条政子は執権に北条泰時を就任させると、翌1225年嘉禄元年69歳の生涯を終えている。そして政子の死から2年後、阿波局が逝去する。60歳であったと言われている。北条時政の娘である政子と阿波局は互いに憎しみ合いながらも、幕府と北条氏のために最後まで共に歩んだ。この2人については、特に北条政子が悪女であるとか毒親であるなど、さまざまな評価が存在することは確かである。しかし北条政子と阿波局は自分たちの子供や幸せを犠牲にしながらも耐えて幕府のために働いた。そしてこの北条氏の女性たちが鎌倉幕府150年の基礎づくりに大きく貢献したことだけは確かである。